こんにちは、村雲です。今回は2022年の年王に発売開始予定のトヨタのピュア EV モデルの BG4X がトヨタ会館にて展示されていました。こちらの外観紹介とカタログスペックをまとめましたので、そちらについてこの動画内でお届けしていきます。それではご覧ください。今回紹介する展示車の仕様はご覧の通りであり、まだ発売開始前ですので、グレード体系までは不明であり、分かっていることとしては、パワートレーン関連で前輪駆動の場合、フロントに 150kW のモーター、4輪駆動の場合、フロント、リア、それぞれに 80kW のモーターが搭載されます。バッテリー容量は 71.4kWh が搭載され、航続可能距離は前輪駆動で 500km 前後、4輪駆動の場合 460km 前後となっており、110kW までの急速充電にも対応しています。この BG4X は、トヨタ自動車が開発している EV 専用プラットフォームである eDNGA を採用した BG シリーズの第1弾モデルとなっております。BG は Beyond Zero を意味しており、ゼロエミッション以上の付加価値を与えるというコンセプトに基づくシリーズとなっています。その後ろにつく 4X に関しては予想となりますが、4は車格。今回の車両の車格から考えると D セグメント相当が4にあたり、X はレクサスの命名規則と同様クロスオーバー、つまり SUV タイプであることを示していると考えられます。そのため、例えばカローラクロスのセダンの BG シリーズが発売される場合は、その名前が BG3S となるかもしれません。トヨタ自動車はこの BG シリーズを各パートナー企業と協業しつつ、2025年までに7車種投入予定だそうです。カラーバリエーションについては、こちらも詳細不明ですが、今回紹介するグレー系の色に加えて、北米で発表された際に、ホワイト系とレッド系の色も公開されました。グレー系は高級感にあふれる印象で、グリルの開口幅以外は良くも悪くも EV らしい印象が薄かったのですが、ホワイト系はプレーンな印象であり、グリルレスな感じが強調され、一気に EV らしい車となっています。また、レッド系は比較的車高が低めの SUV ということもあってか、かなりスポーティーな印象であり、サイドのフェンダーアーチとのコントラストもいい感じに思えます。色でここまで印象が変わる SUV も珍しいかなと思います。他にもブルー系などあるかと思いますので、そちらも楽しみです。続いて、パワートレーンについてです。BG4X に搭載されているモーターの出力は、前輪駆動の場合 150kW、4輪駆動の場合合計で 160kW となっています。わかりやすいように、こちらをそれぞれ馬力に直すと、前輪駆動が240馬力、4輪駆動が217馬力となっています。この数字は先日発売開始された NX に搭載されている 2.5 リッター自然吸気エンジンと同じくらいのスペックとなっています。NX250 の車重が 1680kg に対して、BG4X はバッテリーが重いため 1920kg とその差は 240kg となっており、トルクフルなモーターといっても驚くほどの動力性能は期待できないかもしれません。続いてバッテリー性能についてです。航続可能距離は前輪駆動で 500km 前後、4輪駆動の場合 460km 前後となっており、この数字はカタログスペック上では東京駅から大阪駅程度までなら走破できるスペックであり、この車両にはシートヒーターやステアリングヒーターなどの航続可能距離減少の原因であるエアコンを極力使わなくても済むような工夫がなされており、この数字に近いスペックを達成できるのではと思います。ちなみに7掛けした 350km 程度でも東京駅から名古屋駅まで達することができるので、長距離ドライブでもほとんどの方が不便に感じることはないんじゃないかと思います。また、充電性能に関しても 110kW までの急速充電に対応しているため、71.4kWh のバッテリーをフル充電するのに約30分程度かからないというのも魅力かと思います。ただ、現状全国に普及しているチャジャモ規格の最大充電出力が 50kW であるため、カタログスペックの充電性能が発揮できず、このあたりはインフラの整備を待つほかありません。ちなみに BG4X にはソーラー充電機能も備えられており、スペック上は年間 1800km の走行距離分をソーラー充電で賄えるそうで、自宅に充電設備がない場合でも、最寄りの充電施設までをソーラー充電で賄ってたどり着くといった使用ケースも考えられるかもしれません。外観紹介を行っていきます。まずは正面からです。EV らしくグリルの開口幅は仮面に少し開いているだけの昨今のトヨタ車にしては珍しいシンプルなフロントフェイス周りとなっています。寄って見てみると少し気になったのがエンブレムのデザインです。デザイン自体は変わっていないのですが、エンブレムの背景がハイブリッドの青などと異なり、シルバー一色となっています。これはコンセプトだからなのか、EV はこれでいくのかわかりませんが、パッと見てこれまでのトヨタ車とは異なる印象でした。
その下部のブラックの部分は開口されているわけではなく、センサーが埋め込まれており、おそらく予防安全系のものであると思われます。その他、コーナーセンサーも埋め込まれているため、これまで同様の予防安全機能は織り込まれていることと思います。BG4X のデザインコンセプトアートも展示されており、それによると BG4X のコンセプトはサイドを強調したデザインとなっており、この樹脂のフェンダーアーチや低いボンネットと相まってサイドに目線を集め、どっちりと構えている様を強調したいデザインであることがよくわかります。そのサイド部分をより細かく見てみると、サイドのダクトの開口幅がかなり広いことがわかります。工夫して撮影しなくても向こう側がはっきり見え、そのサイドには空力のためのフィンがついているなど、冷却のための空気が必要ないため、いかに前方投影面積を減らすかの工夫が凝らされているかがよくわかります。続いてライトユニット周りです。このグレー系の色の場合、写真ではよくわからなかったのですが、ライトユニットの上部はボディ同色となっており、かなり切れ長のライトが採用されていることがわかります。この車両のライトは4眼となっていますが、北米で発表された仕様には単眼のライトの使用もあり、この展示車がアダプティブハイビームなどを含む上級グレード用であると推測できます。このかなりの面積を占めているフェンダーアーチですが、無塗装であるのが少し気になりました。ただグレー系のこの車両にはピュアノブラックが似合いそうなんですが、先日したレッド系のスポーティーなボディカラーにはこの無塗装の状態が似合いそうでもあり、悩みどころですので、オプションでカラード状態などを選べるようにしてほしいところです。改めて正面から見てみると、デザインコンセプト通り、ボンネットのサイズが盛り上がり、強調されているのに対して、エンジンがない分、ボンネットの真ん中に関してはかなり低くなっていることがわかります。このことから、スポーティーな印象を与えていることに加えて、ボディの見切りの良さや視界もかなり開けていることが予想できます。サイズに回り込んできました。BG4X のボディサイズは、全長が 4690mm、全幅が 1860mm、全高が 1650mm、ホイールベースが 2850mm となっています。サイズ感の近い RAV4 と比較すると、全長プラス 90mm、全幅プラス 5mm、全高マイナス 45mm と、よりロー&ワイドなスタイルをしていることに加えて、ホイールベースはプラス 160mm と、車格が上のランクル並みとなっていることが特徴です。これはフロントにエンジンを搭載しないがゆえのフロントオーバーハングの短さがなせる技であり、室内のレッグスペースなどにかなり余裕が生まれていそうです。改めてサイドのデザインを見ていきます。先ほど申し上げたフロントオーバーハングがかなり切り詰められていることがわかり、リア側も最小限であることから、サイドから見た際の全長に占めるホイールベースの長さがかなり大きいことがお分かりになるかと思います。さらに、ルーフのラインもなだらかに後端に向かって下がっており、スポイラーがついていることも相まって、かなりスポーティーな印象です。斜めから見ると、リアのフェンダー周りの切り落としたようなこのエッジのラインがフェンダーの盛り上がりを強調しており、実際の車幅以上のどっしり感を与えています。リアのデザインに関しては、このようになっており、まず目についたのが真ん中が繋がっていないルーフスポイラーですね。この方が空力的に良いからこのデザインなのでしょうが、ウサギの実みたいで私はちょっと好みではないですね。さらなる空力アイテムとしてはトランクスポイラーもついており、このなだらかなルーフのラインからの空気の供給量はかなりのものかと思いますので、かなり効果がありそうです。その下にはトヨタ SUV のほとんどに採用され始めている一文字型のテールランプとなっており、サイドの処理が若干プリウスっぽいですね。当然ですが、マフラーもなく、床下覗いてみるとかなりフラットになっていました。この辺りも電気自動車らしいですね。内装デザインに関しては今回目にすることができませんでしたが、画像の通り、こちらでも新しいデザインコンセプトが織り込まれており、画像のような非変形のステアリングがオプションで設定され、ステアリングの上からメーター情報を読み取る方式となっています。これは電子制御でステアリングを操作するステアバイワイヤーシステムの採用で実現され、ホイールベースが長いため、最小回転半径が大きくなるといった弱点を補ってくれるそうです。まとめです。外観に関しては、昨今の需要の中心であるサイズ感の SUV であり、EV の特性を生かした伸びやかなプロポーションは素直にかっこいいと思えるデザインでした。また、随所に空力処理が施されており、これまで低燃費車を数多く排出してきたトヨタの知見がふんだんに織り込まれていそうです。パワートレーンの性能に関しては、カタログスペック上は驚きの数値ではありませんが、先ほど述べた空力処理や空調関連の工夫などにより、実用燃費にこだわるトヨタらしい一面が垣間見え、この車の価値はそのような数値に現れない使い勝手にあるかと思われますので、発売されてからの試乗などが楽しみです。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは新型車の情報や愛車の GR スープラ関連の DIY の様子などを毎週発信していきますので、
高評価やチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。